こんにちは、黒助です。いつもご視聴ありがとうございます。今回は幕開けで応援総額が2億円を超えたことで話題になった在宅ワークにおすすめなワークチェア、コホチェアプレミアムをレビューしたいと思います。今回はメーカーさんよりご提供いただき、1週間ほど実際に使ってみましたので、特徴と感想をご紹介します。このコホチェアですが、2022年2月22日22時に一般販売が始まりました。私が紹介するものも一般販売のモデルと同じなので、よろしければ参考にしてください。テレワークが普及して自宅で仕事をしなければならず、作業環境を整えているっていう方は多いと思うんですが、特に大事なのがワークチェアだと思うんですよね。ダイニングチェアや量販店の椅子などは最適な姿勢に調整するのが難しいんですよね。長時間仕事をするとどうしても体に負担がかかってきます。一方で長時間の作業に最適なワークチェアは高機能チェアと呼ばれ、代表的なものだとハーマン・ミラー、エルゴヒューマン、あと岡村のコンテッサなどがありますが、いずれもだいたい10万円から20万円ほどしてかなり高いんですよね。今回ご紹介するコホチェアプレミアムも高機能チェアに分類はされますが、なんと10万円を切る価格で販売されます。さらに今だと8万円を切って購入できるそうです。在庫に限りもあるようですので、気になる方は概要欄からホームページをチェックしてみてください。このコホチェアプレミアムと見た目や機能が似ているエルゴヒューマンプロは13万円以上するので、機能と価格両方の満足度が高い製品だと思います。コホチェアプレミアムには色がブラックとホワイトの2色があり、ホワイトも素敵なのですが、私はブラックを選びました。ワークチェアは利用頻度が高いので、ブラックの方が汚れや傷が目立ちにくいかなと思ったからです。それではまずは特徴を見ていきたいと思います。まずこの針地ですが、背もたれ、座面ともにフルメッシュのものが採用されています。特に座面は体重を支えるために高度な技術が求められるので、メッシュ素材のものは高価格帯のワークチェアによく使われていますが、このコホチェアプレミアムでももちろん採用されています。触ってみた感じも座ってみてもテンションがかかって適度に反発力があり、しっかりしています。次にこのヘッドレストですが、高さと角度の2つを調整することができます。人の頭の重さはボーリングの球ぐらいと言われますが、作業に集中するとだんだんと前傾姿勢になり、首や肩への負担が増してきますので、ヘッドレストに頭を預けると体への負担を軽減できます。背もたれの後ろについているランバーサポートは上下にスライドさせることで高さを調整できます。こちらも座ったまま調整できるので最適な高さに合わせやすいです。デザイン性重視のチェアの中には背もたれが小さいものもありますが、コホは背面が大きく背中全体を肩まで預けられます。またランバーサポートが腰を支えてくれているのを感じて、かなり安心感があります。実際長時間の作業でも疲れにくかったです。この特徴的なランバーサポートは背もたれと分離した構造になっています。続いて座面の調整ですが、右にあるレバーを引くことで座面の位置を前後に調整できます。お尻だけでなく太ももを座面にしっかり預けられるので安定した姿勢を維持できます。同じく座面右下にあるレバーを引くことで高さを調整できます。足裏全体が床に接するくらいが良いそうなので、身長に合わせて最適な高さに調整できます。次にこのアームレストですが、クッション性があり肌触りも良いです。そして 4D アームレストと呼ばれていますが、高さ、前後、幅、角度を調整できます。まずアームレストの下にあるレバーを押さえながら持ち上げると高さを調整できます。そして引っ張ると前後に調整ができます。さらに横にスライドすると幅を調整できます。最後は前後左右に振れば角度が調整できるような作りになっています。量販店で販売されている椅子だと高さしか調整できないものも多いんですが、かなり自由度高く調整することができます。チェアの背面は最大125度まで調整ができます。
また左側のレバーを操作すればリクライニングの角度をロックする機能もあるので休憩の時でも使えます。この背もたれの反発力を座面の右下にあるグリップを回転させることで調整ができます。そして個人的におすすめなのがフットレストです。フットレストは高機能チェアの中でも最上位の機能の一つとされることが多いと思いますが、さすが商品名にプレミアムとついているだけあって、このコホチェアプレミアムには標準で装備されています。座面の下からフットレストを引き出すことができて、リクライニングと併用することでリクライニングベッドのように休憩することができます。背面にジャケットやカバンをかけられるようハンガーとフックが標準でついてきます。ウェブ会議などでちょっとジャケットを羽織るといった時にも便利です。ちなみにエルゴヒューマンだとオプションで5000円近くするので地味にありがたい装備です。はい、ここからは実際に使ってみて良かった点を3つご紹介したいと思います。1つ目は座り心地が良い点です。私は長時間椅子に座っていると尾てい骨あたりが痛くなったり足にしびれを感じることがあったのですが、このコホチェアプレミアムを使い出してからはなくなりました。普段は長時間座っていると辛いので立って作業することもあったんですが、ずっと座っていても苦にならなくなりました。理由ですが、おそらく座面の奥行きやヘッドレスト、背面の高さなど自分に合わせて調整できることが多く、体にかかる負担が全体的に軽減できているおかげかなと思っています。またランバーサポートがあるおかげで正しい着座姿勢をとることができているのだと思います。2つ目はアームレストの調整が柔軟な点です。アームレストはデスクに対して90度のものが多いと思うのですが、実際にキーボードやマウスを操作するとき、腕はハの字型の方が自然だと思うんですよね。このコホチェアプレミアムではアームレストを 4D で調整できるので、角度はもちろんですが左右の幅も調整できるので腕の負担が減った気がします。3つ目はリクライニング機能でリラックスした姿勢をとることができる点です。最大125度まで角度が調整できるリクライニング機能は反発力も調整できて背中全体を預けることができます。またヘッドレストに頭を預けることができるので全身の余分な力を抜いて過ごすことができています。はい、ここからは気になった点を3つご紹介したいと思います。1つ目はハンガーと小物フックの取り付けが硬かった点です。組み立ての時に一番苦労したのがこのハンガーと小物フックをつける部分です。チェアの組み立て自体は取扱説明書や手袋、組み立て時のマットまで付属していてかなりスムーズに進められたのですが、このハンガーの取り付けだけは手こずりました。もし購入された後取り付けられない方がいらっしゃれば、ハンガーを背面の中心にぴったり合わせてからネジを下からグッと差し込み回すことで取り付けられますのでお試しください。2つ目ですが、背面にあるブランドのプレートが外れやすい点です。個体差があるかもしれませんが、背面の高さを調整したりリクライニングの際にちょっと衝撃がかかるとブランドのプレートが取れてしまいました。両面テープでついているようで、ここの接着がちょっと弱いようです。使用する分には支障がなかったのですが、ちょっと残念な点です。3つ目はワークチェア全般に言えることですが、耐久性です。特にメッシュ素材のものは長期間にわたって利用した時、張り地のテンションが維持できるか、緩まないかといった点は心配です。もちろん品質保証が3年間あるので、ここは保証も合わせて購入の検討が必要そうです。はい、今回はコホチェアプレミアムをレビューしました。幕開けで2億円以上の応援総額があったという通り、機能と価格の両方の満足度が高い在宅ワークチェアだと思います。概要欄に公式サイトへのリンクを貼っていますので、気になる方はぜひチェックしてみてください。最後までご視聴くださって本当にありがとうございました。